今回の問題、何々モードは機器同士で直接通信をする方式です。何々モードは AP を利用してネットワークに参加する方式です。1台の AP と AP に接続されたクライアントで構成される範囲のことを何々と言います。複数台の AP と複数の何々で構成される範囲のことを何々と言います。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。アドホックモードは機器同士で直接通信をする方式です。インフラストラクチャーモードは AP を利用してネットワークに参加する方式です。1台の AP と AP に接続されたクライアントで構成される範囲のことを BSS と言います。複数台の AP と複数の BSS で構成される範囲のことを ESS と言います。お世話になっております。マサルです。今回も前回に引き続き無線 LAN の基本を勉強していきます。動画はアクセスポイントとは何か、アドホックモードとインフラストラクチャモードの違い、そして BSS と BSSID、ESS と ESSID について一緒に勉強していきます。それでは早速始めていきましょう。まずはアクセスポイントとは何かから始めていきます。アクセスポイントは AP と省略して書かれることもあります。無線 LAN 環境でクライアントを接続するために利用される機器を AP、アクセスポイントと言います。最近では喫茶店などでフリー Wi-Fi のサービスを提供している場所が増えてきました。今度フリー Wi-Fi を利用するときがあれば、ぜひお店の天井などを見てみてください。きっとこんな機器があると思います。こんな機械があればアクセスポイントである可能性が高いです。ただお店の景観を意識して端っこに設置してあったり、目につかない天井裏に設置されている場合もあるので、必ず見つけられるというわけではありませんが、ぜひ一度アクセスポイントを探してみてください。無線のクライアントはこのアクセスポイントに電波を使って接続し、ネットワークに参加して無線ネットワークを利用できるようになります。先ほどアクセスポイントの話をしましたが、アクセスポイントを利用しない無線の接続方式があります。ここでは無線の接続方式、アドホックモードとインフラストラクチャーモードについて説明します。まずはアドホックモードから説明します。アドホックモードはアクセスポイントを利用せずに機器同士で直接無線通信をする方式です。ちなみにアドホックというのは特定の目的のためのとか限定的な目的のという意味があるそうです。アドホックモードは PSP や Nintendo DS などのゲーム機をよく利用する人は聞き覚えがある言葉かもしれません。アドホックモードを利用することで機器同士を無線で直接接続することができ、協力プレイをすることができます。ちなみに私は PSP や Nintendo DS を持っていないので、アドホックモードは使ったことがありません。すいません、強がりました。PSP や Nintendo DS を持っていたとしても、一緒に遊んでくれる友達がいないので、アドホックモードは使わないと思います。話を戻して、アドホックモードは機器同士で直接接続する方法だとご理解していただけたと思います。一方、インフラストラクチャーモードは AP、アクセスポイントに接続して利用する方式です。無線ネットワークに参加するためには、このインフラストラクチャーモードを利用することになるので、一般的にはインフラストラクチャーモードを使うことの方が多いです。ここからは BSS と BSSID について勉強していきます。BSS はベーシックサービスセットの略です。BSS は1台の AP と AP に接続された機器で構成されているネットワークのことを指します。アクセスポイントは複数存在することもあり得ます。その場合、BSS も複数存在することになります。この時に BSS を識別するための ID として BSSID というものがあります。BSSID は通常アクセスポイントの MAC アドレスが利用されます。BSSID を見ることによってどの BSS に属しているのかを識別することができます。次は ESS、Extended Service Set について説明していきます。ESS は複数の BSS で構成された範囲のことを指します。1台のアクセスポイントでカバーできる範囲には限りがあるので、複数の AP を利用して広範囲の無線ネットワークを構築する場合があります。その場合には複数の AP が設置されることになるのですが、先ほど説明したように複数の BSS ができることになります。この時にできた複数の BSS で構成された無線のネットワークが ESS、Extend Service Set です。そしてこの ESS の範囲を識別するための ID として ESSID というものが使われます。
よく無線に接続するときに SSID は何々ですみたいな説明がされるのですが、 ESSID と SSID は通常同じものを指します。クライアントは ESSID または同じ意味で使われる SSID を設定して無線のネットワークに接続します。少し BSS と ESS は分かりにくいところがあるので、もう一度流れで復習しておきましょう。こちらにスイッチがあり、その配下に2台のアクセスポイントがあります。アクセスポイントとアクセスポイントに接続されているクライアントの範囲が BSS です。BSS を識別するための情報が BSSID。BSSID はアクセスポイントの MAC アドレスが使われていることが一般的です。アクセスポイント1台でカバーできない場合は、この図のように複数のアクセスポイントを用意することがあります。その場合はもう一つの BSS ができることになります。結果 BSS が複数できることになり、その範囲のことを ESS と言います。クライアントは ESS を識別するための ESSID を使って接続を試みます。では最後のまとめに移る前にお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティ、みんなの勉強部屋を運営しています。私たちの生活にインターネットは欠かせない存在となっており、エンジニアとしてネットワークは知っておきたい基礎知識となっています。コミュニティには現在ネットワークエンジニアとして働いている人だけではなく、これからネットワークエンジニアとして働きたい人、ネットワークエンジニアを目指しているわけではないけれども、ネットワークの基礎を学びたい人など、様々な人が参加してくれています。ぜひコミュニティを活用して横のつながりを作り、情報交換してみてください。また最近はオフラインのイベントにも力を入れています。大変ご好評いただいております。もしよろしければ概要欄のリンクからコミュニティについて見てもらえると嬉しいです。それでは今回のまとめです。まずはアドホックモードについて勉強しました。機器同士で直接通信する方式です。インフラストラクチャーモードはアクセスポイントを利用してネットワークに参加する方式です。この2つの違いを覚えておきましょう。また無線 LAN の範囲を表す用語として2つ勉強しました。1台の AP と AP に接続されたクライアントで構成される範囲が BSS。複数台の AP と複数の BSS で構成される範囲のことを ESS と言います。BSS と ESS。少しややこしいのですが、違いがわかるようにしておきましょう。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。